こんにちは。今回は犬巻きの手入れについてです。巻きは刈り込みバサミで輪郭だけ刈り揃える方法と、木バサミや剪定バサミを用いて不要な枝を取り除いたり、脇芽に切り戻したりする剪定という方法と2種類あります。刈り込みは手っ取り早い手入れの方法ですけれども、毎年これを繰り返しているとどんどん密になってこんもりとしてしまいます。今回はこういった木を剪定でリセットする方法をご紹介します。刈り込みバサミでは枝先しか切らないので、このように輪郭の中で曲がりくねったような枝を処理することはできません。出どころを探って付け根で切り取ります。間延びしている枝は脇芽に切り戻します。途中に枝がなく先っぽしか葉っぱがないような枝は不要ですので取り除きます。刈り込みの手入れを繰り返していると、枝先だけが分岐して中に日が入らなくなり、その結果脇芽が枯れ落ちて、このような間延びした枝ができてしまうわけです。別のお宅の例です。長年光を求めてさまよった枝たちがそのまま絡み合っている状態です。刈り込みでは内部が見逃されてしまいますので、剪定で整理するしかありません。方向の悪い絡み枝を付け根から切り取ってみます。外しても全体に影響がありません。それだけ無駄になっていたということですね。このような交差枝も取り除きます。それから輪郭から大きく飛び出しているこのような枝ですけれども、勢いの強い枝を途中で詰めても、またそこから芽が吹いた時は勢いよく出るのが普通です。ですので、ここのように途中で切らないで、下の方の弱い脇芽を選んでそこへ切り戻した方が良いです。頭の部分の整理がほぼ終わったところです。特に透かそうとしているわけではありませんけれども、無駄な枝を取って脇芽に切り戻すだけでこれだけすくうことができます。これから下の枝も順次行っていきます。枝先をちょっとつまみ上げてみて、ビローンと遠くの方から生えてきているような場合は問題がある場合が多いです。付け根から切り取るか、良い方向の脇芽に切り戻すか判断します。ここの場合は出どころを探って付け根から切り取りました。これだけ間延びしていますので不要な枝です。穴が開いてしまうことを言い訳に
いつまでも無駄枝を残しているのはよくありません。もし大きく穴が開いたとしても、木が上手にそれを修復してくれます。剪定後の様子です。ビシッと刈り揃えたような感じにはなりませんけれども、少し芽が吹いてもあまりボサボサになった感じにはならないはずです。また来年からの手入れが楽になると思います。次は弊社で何年も同じように手入れをしている牧の木の例です。毎年年に1回しか手入れしてませんけれども、それほど暴れていません。剪定前と剪定後があまり変わらないということは、木が安定しているということです。輪郭からはみ出した新芽を軽く切り詰めます。刈り込みませんので、葉っぱを切らずに軸で切るようにします。切り詰めるだけでなく、小さな脇芽が良い方向にある場合はそこまで切り戻します。突出したこのような徒長枝は輪郭で切らずに脇芽に必ず切り戻します。または不要な場合は付け根を探って元で切り取ります。輪郭を揃えることにあんまり神経質にならず、良い方向の脇芽を生かすということを念頭に切り戻しします。胴吹き目ももちろんきれいに取り除きます。
このような手入れをしておけば、来年までそれほどボサボサになることはありません。次はまた別のお宅の例です。訳あって昨年は手入れができませんでしたので、丸2年間が空いてしまいました。さすがに2年経つと結構暴れてしまいますけれども、このような場合でも切り戻して剪定すれば少し元に戻すことができます。徒長枝を放置するとどんどん強い枝になってしまうことがよくわかります。日も入らなくなり、枯れ葉や枯れ枝が積もっています。頭と上部の2、3枝を剪定し終えたところです。徒長枝はなるべく下の方にある弱い目に切り戻します。安易に輪郭などで詰めてしまうと、またさらに強い徒長枝が吹いてしまいます。左側は剪定を終えた部分、右側はこれから剪定する部分です。高さの違いがわかると思います。
さすがに2年も放置してしまいますと中に日が入らないために小枝が枯れ下ってしまい、切り戻した時にかなり透けてしまいますけれども、徐々に回復していきますので心配ありません。剪定前と剪定後がガラッと変わるのは当たり前の話ですけれども、この状態を長く保つということが大事なことです。春を迎えてもそれほど変わりませんし、夏になって少し葉っぱを補うために飛び出てくる部分がありますが、ここだけを切り取ればまだ形は保てます。刈り込みと剪定の違いをご理解いただければ幸いです。ありがとうございました。